こんにちは、さつきです。今回は英単語を暗記するときに覚えようとしないでという話をしていきます。単語を覚えたいのに覚えようとしないなんてどういうこととタイトルを見て驚いている方もいらっしゃると思いますが、この動画を見ることで今より暗記がもっと楽になる可能性があります。今までに単語を覚えようとしてもなかなか覚えられない、この単語を見たことあるというか前に辞書引いたのを覚えてる、でも意味はわからないと覚えてもすぐに忘れてしまう、こんな経験があると思います。せっかく覚えてもすぐに忘れてしまった経験や無味乾燥な単語暗記に飽きてしまうことで、せっかく英語を勉強しようと思ってたのにいつの間にかやめているという事態になってしまうことがあります。私もずっとそういった悩みを抱えていました。でもそれはしょうがないことで、単語を覚えようと頑張る姿勢は素晴らしいのですが、それで自分に知らず知らずのうちにプレッシャーをかけてしまっていたのが単語を覚えられない原因である可能性が高いです。自分にプレッシャーをかけるとはどういうことなのかというと、覚えようとして熱心に単語を暗記した後にもう一度見てみた時に全然覚えられていなかったっていう場合に、なんで覚えていないんだろうと自分にがっかりしてしまったり落ち込んでしまうことです。でもその覚えなきゃ暗記しなきゃと自分にプレッシャーをかけることは単語暗記では今後一切不要です。私は覚えようとしないを心がけたことで TOEIC530 点から1年で英検1級の筆記試験にも合格することができました。この方法で単語を覚えると気づいたら勝手に難しい単語も覚えられていたり、単語の暗記で悩むことはなくなります。またこの方法は文法を覚えたい時にも使用できるので、結果的にどんどん英語が得意になって TOEIC などの試験で点数がアップしたり、職場で英語を使うことだってできるようになります。今後もこういった英語を最短で伸ばす方法を動画で発信していきますので、見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは結論なのですが、今後英単語を勉強するときは覚えようとしないことを心がけてみてください。ポイントは、覚えられたらラッキースタンスでいること、時間をかけないこと、その単語を使いこなす自分をイメージすること、すべて忘れて次に行くことです。まずそもそもなぜ覚えようとしない方がいいのかというと、覚えようとプレッシャーをかけると覚えられなかった時に落胆してしまい、気分が落ちて嫌になって挫折してしまうからです。じゃあどうすればいいかというと、覚えられたらラッキーくらいのものすごく軽い気持ちでいるのが良いです。そうするだけで単語帳を開くハードルもだいぶ下がると思います。で、この時に5回から10回目で覚えられたらいいなと考えると良いです。これは脳の研究からも明らかになっていることですが、脳が暗記するのはそれが重要か重要ではないかには関係なく、単純に接触頻度が高いものだと言います。では覚えようとしなくても接触頻度を上げれば覚えることができるということです。そして覚えようとしないことで一番の利点は時間がかからないことです。暗記の際に一つの単語をチェックしたらすぐに次といった感じであまり時間をかけないので、すぐに勉強が終わります。1単語7から10秒くらいでをかけるイメージです。そうすると100単語も10秒かけたところで1000秒、16分で終わることができます。またポイント3つ目のその単語を使いこなすかっこいい自分をイメージするとはどういうことなのかというと、ただ単語を見るとつまらないのですが、それを実際にいつか自分が使いこなすんだぞと思って単語を見ていくとイメージも湧きますし、自分かっこいいなと思ってどんどん楽しくなってきます。例えばこれらは TOEIC900 点レベルなのですごいハイレベルな単語なのですが、覚えなきゃじゃなくて一つの単語に対してへーほうほうこうやって英語では言うんだ、これ英語で自分で言えたらかっこいいなというふうに思いながらやるとつまらなくならないので、おすすめです。で、別にそういったことを何も思わないで淡々とやっても大丈夫です。むしろ淡々とやってつまらなくなった時にちょっと発想を変えて、これが私はわかるんだぞ、浪費っていう単語英語で私わかるし言えるんだぞって思うと自信がついてくるし楽しくなってきます。そして最後に、人はすぐ忘れる生き物なので、多分こうやって覚えてもすぐに忘れます。10分後とかには半分くらい忘れてることだってあります。でもそれは
気にせずに次に進みましょう。むしろ忘れることは脳が正常な証拠なので、ここで無理に詰め込もうとすると頭が重くなってしんどくなって嫌になってしまいます。どちらかというと勉強を終えるとか単語の暗記を終えるときは、その単語の暗記をしたという事実だけを褒めて、自分自身を褒めて次に行くくらいで大丈夫です。そうすると達成感があります。じゃあ気持ちの面は分かったところで、実際に覚えるときはどうしていたかをお話します。よく暗記の際に書くのがいいのか、音読するのがいいのか、見るだけでいいのかなど、どの方法が一番効果的になるのか気になると思います。私が行っていた方法としては、全て使い分けてやっていました。書く際は青ペンでスラスラ書いて、音読する際はつぶやく感じで言うと疲れない。見るときは隙間時間に英単語帳を使って見るようにしていました。この時も覚えようとしないというスタンスはずっと変えていません。ただ気をつけるべきは、最初は私は見るだけで覚えようとするのは避けていました。というのも、英単語の発音を見るだけだと、正しい発音の音を見逃しがちで、その正しい発音がわからないとリスニングや実際の会話では使えないからです。正しい発音を一緒に覚えるという点では音読が一番効果的でした。ただ音読は実際5分もやると疲れてしまうんですね。ずっと声を出し続けるというのが大変なので、私は疲れるのが嫌とか、あとはモチベーションがそんな上がらないなという時は書くようにしていました。書く時のポイントなんですけど、青ペンを使えばそんなに時間をかけずにさらっと書けます。で、意外と音読してると変わらないぐらいの時間で一単語書くことができます。7から10秒あれば青ペン1本あればもうサラサラっと書けるので、意外と時間がかからないです。で、特に私は書くということが頭がすっきりするので好きだったんですね。なので結構な頻度で書いていました。で、書き終わった時に自分が書いたノートや紙などを見ると、なんかこんなに英語いっぱい書いてかっこいいことしちゃったなっていう風に思うと達成感があるのでおすすめです。このように覚えようとしないを徹底することで疲れないのと、自分をかっこいいと思えたりするので達成感があり、単語暗記が続くようになります。そしていつの間にか覚えていたという状態になるので、脳を悩ますことなく自然に覚えることができます。この気づいたら覚えていたという感じに英単語を覚えられると、一番ストレスのない状態で英語の得点をアップさせたり、英語力を伸ばすことができます。覚えようとしないということは、忘れることを許容するということです。私はずっと高校生とかの頃も英単語暗記が苦手で、その度になんでクラスメートの友達はできるのに私は覚えられないんだろうとか自分を責めていたんですね。でもそういったことを自体が無駄で、人間の脳はちゃんと一つの機能として忘れるということが大事な機能なので、そこを責めてもしょうがなくて、それよりもプレッシャーをかけずに何度見ることができるか、もう出会った回数が多ければ多いほど英単語を覚えます。なので一回一回にすごい集中するというよりかは、一回一回すごい軽い気持ちでやっていつの間にか覚えていたという状態が一番楽ですし、続きます。で、これを見てくださっている皆さんはすでに自分の覚え方とかが確立されている方もいらっしゃると思います。そういった場合はもうその方法のままで大丈夫なので、一旦ちょっと覚えようという意識をなくしてみるということだけ実践してもらえたらなと思います。そしてこの方法が良かったとか参考になったという方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。